ここがアクアベイルか。ようやく到着したな。リオン、どうかしたのか？僕は二度とボートになど乗らない。心に誓った。そう。こんな短い間にいろいろな国を訪れるなんて思わなかったよ。あんたはセインガルドで兵士になるつもりだったのよね。今は罪人扱いだがな。あれ、そうだったっけ？忘れてたの？リオンに頼んで電撃で思い出させてもらったら。私たち一体誰に間違われたんでしょうね。その方たちに迷惑がかからなければいいのですが。男2人に女1人の3人組か。前にそんな人たちと会ったっけ？いくらなんでもあの人たちじゃないよな。世間は案外狭いというがの。まさかな。アクアベイルは他の国と付き合いがないのか。鎖国体制を敷いているからな。そんなことをして何の得があるんだ？その国独自の文化が発展したり、治安が安定しやすかったり、利点はいろいろある。一方で国際情勢に疎くなり、とっさの場合の対応がしにくくもなります。得ばかりではなく、そんなこともあるのか。じっちゃんとリリスへ。俺は今シデン寮にいます。スタンさん、またご家族に手紙を書いているんですか？またっていうか、実は前のやつは結局出さなかったんだよ。だから今慌てて書いてるんだけど。この国で手紙を出してもフィッツガルドには届かないぞ。そうなの？あんた鎖国の意味分かってる？スタン、一つ頼みがあるのだが。俺にできることなら何だって聞きますよ。その頭を触らせてもらえないか。硬いのか柔らかいのか確かめたい。はい、いいですよ。硬そうでいて、その実ふわふわしている。あんたたち傍から見てると変よ。この洞窟、上に海があるんだよな。天井が崩れたら大変だ。あんたね、これからって時に不吉なこと言わないでよ。なんだか気が重くなってきましたわ。すみません。そういえばディムロス、スタンさんとルーティンが2人の間ずっと黙ったままだったわね。口を挟むべきではない気がしてな。あら意外、ディムロスにもそんなデリカシーがあったのね。我を何だと思っている。牧年人というわけではないぞ。いい？スタン、2人でいた時に話したこと絶対誰にも喋らないでよ。分かってるよ。喋ったりしないって。ルーティがレンズを集めてる。だから喋るなっての。ごめん。大丈夫かしらこいつ。なあディムロス、ソーディアンって腹減らないのか？お前というやつは。だって不思議に思うだろう。話せば話すほど人間と一緒なんだし、腹だって減るかもしれないじゃないか。なあリオン。僕に同意を求めるな。同類だと思われたらどうする？アトワイトとディムロスってただの仲間ってわけじゃないわよね。ただの仲間じゃない？どうしてそう思うの？つまんない反応。もっと照れたり慌てたりすると思ったのに。見くびってもらっては困るな。ただの仲間じゃない。そうか。じゃあすっごい仲間だ。あんたは黙ってて。だから分かったって言っただろう。いいや、お前は分かっていない。分かっていないから何度でも言うぞ。お前の小言なんかもうたくさんだ。置き去りにしてやる。さあ、どこへ行く？戻ってこんか。自分で動けないってのはソーディアのどうしようもない弱点よね。モリュー領では街中の移動にも船を使うんだな。これはこれでいいですね。風情があって新鮮ですわ。冗談じゃない。なんてふざけた街だ。二度とボートに乗らないと誓ったのに。まったく。リオ、何怒ってんだ？やかましい。ねえ、助っ人って何の話よ。きちんと説明しなさいって。実は試電寮でルーティたちを待ってる時、
カクカクしかじかで。ああ、切れた。あんたたちがやってるの詐欺みたいなもんよ。向こうが勝手に間違えたんだ。いやだからそれは。向こうが間違えたんだ。シャル、あのジョニーとかいう男と面識があったのか？姿を何度か拝見したことがあります。知り合いみたいなものか？別にそこまでは。僕の声は聞こえてなかったですし。私たちソーディアンは世界各地に分散しておかれていたのよ。わしだけは海の底に沈んだ船の中じゃったがの。どうしてそんなことに？いつでも海水浴ができるようにじゃよ。ああ、なるほど。変なことを吹き込まないでもらおうか。納得する方もどうかと思うけどね。そういえばバティスタにつけたティアラはどうなったんだ？船に乗っている時に反応が消えた。おそらく無効化されたのだろう。ティアラを取り返さなければ。マリー、まだあのティアラにこだわってたわけ？まさかこの国の人間に名指しで追いかけられるとは思わなかったわ。我らが後を追ってくることをグレバムの方でも予想していたようだな。そしてティベリウスに報告しておいた。あの男シャルティエに執着しておったの。あんな奴の手に渡るのはゾッとしないな。勘弁してほしいよ。ジョニーさんって本当に歌がうまいよな。よほど練習しないとああはなれないんじゃないか？道楽者と言われるだけのことはある。それって褒め言葉か？決してそんなことはない。おそらく自然寮においてあのジョニーという男の評判よくはあるまい。そんなものなのか？お前さんたちチーム名は何て言ったっけか？そんなものはない。変だな。確か何かだと聞いたんだが。そうだ、漆黒の翼だ。そんな名前聞いたこともない。そうか？俺の勘違いだったか。まあいい、些細なことだしな。モリュー寮の雰囲気が明るくなった気がしますわ。ティベリウスに攻め込まれてからというもの、みんな不安でたまらなかったのさ。この国の連中はみんなお前さんたちに感謝してるぜ。そう言ってもらえると気が楽になります。これでよかったんですよね。ああ、俺もジョニーさんみたいにうまく歌を歌えるといいのに。練習すればなんとかなるものさ。少し手ほどきしてやろう。ロー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 。うるさい。変な超音波出さないでよ。超音波って？これは手のかかりそうな生徒だ。まあゆっくりやるとしようか。ジョニーさんのご家族ってどんな人たちなんですか？親父の名はアルツール市伝だ。試練寮を治めてる。あとは兄貴が2人だな。男の3人兄弟ですか？俺は妹しかいないんでなんだか羨ましいですよ。ガキの頃は喧嘩ばかりしてたもんさ。こればっかりはどこの家も一緒だろうな。ジョニーさんとフェイトさんって親友なんですよね。ガキの頃からの腐れ縁だな。あいつもほとんど兄弟みたいなもんさ。俺も故郷にそういう友達がいますよ。幼馴染っていいですよね。そうだな。いろいろ思い出がありすぎて時々鬱陶しくもなるけどな。そういうものですか？風に呼ばれてレンズを追いかけ。ジョニーさんの歌はすごいな。お金のために全てをかける。スタン、あんた大丈夫？こんな意味不明の歌のどこがいいのよ。自分と気づかず文句を口にするのさ。ジョニーナンバー31、主戦度のバンカだ。イエーイって私の歌か。君と話すと冬を思い出す。冷たくされて涙する。おい、歌をやめさせろ。いいじゃないか、楽しくてさ。背伸びじゃないと言い聞かせ。
本心隠してクールに行くのさ。誰かさんの歌みたいね。それがどうした？知らぬはいつも本人だけなのさ。ジョニーナンバー32、冬の美少年ってな。どうしたんだろう。大きな町なのに人の姿が見えない。戒厳令が発せられてるんだろう。出たくても出られないのさ。一斉に昼寝をしているわけじゃないんですね。そんなはずがないだろう。フェイトはああ見えて頑固者でな。言い出したら聞かないのさ。まったく誰に似たものやら。幼い頃から近くにいた人間ではないのか？俺か？その考えは受け入れがたいぜ。俺もリオンの考えに賛成ですね。やれやれ、分が悪くなってきた。この話はもう予想や。さて、いよいよ統計場へ乗り込むぜ。みんな心の準備はできてるな？任せてください。なんだかいつの間にかジョニーが全体を仕切ってるわね。別にいいけど。決着をつけに行きましょう。やれやれ、剣を持つのはこりごりだ。ああいうのはこれからは全部フェイトに任せることにするぜ。フェイトさんも強いんですか？10年前のアクアベイル合同武術大会で優勝したこともある。その時の相手もティベリウスだったな。そうだったんですか。ティベリウス大王がいなくなったとしても後始末が大変でしょうね。そうだな。面倒事は親父や兄貴フェイトに任せたいが、どうなるやら。アクアベイルはこれから先どうなっていくと思いますか？ティベリウスには跡取りがいないから統計量の存続は難しいだろう。今回の一件を機にアクアベイル統一の話が進むかもしれないな。こいつは困った。ジョニーさん、悩み事ですか？新曲のイメージがわからなくってな。スタン、ルーティ、頼みがある。何か面白いことをしてくれないか？無茶言わないでよ。少しはマシになってきた気もするが、スタンはまだまだ鍛えねばならん。ずいぶんと楽しそうね。いい弟分ができたといったところかの。からかわないでもらおう、ロー。ディムロスにはちょうどいいパートナーだったかもね。ディムロスが文句を言うのがいい証拠よ。グレバムが世界を回る目的か。奴めが神の目の用途をどこまで知っているか気になるの。あれを探してるなんてことはない？現時点では何とも言えんの。ところでシャルティ、お前はまだ甲板にいるのか？坊ちゃんに付き合わされてね。おかげで波しぶき浴びまくりだよ。錆びるわよ。私とマリーが出会ったのってファンダリアだったのよね。俺たちもそうじゃなかったっけ？あんたの場合厳密には非交流の中だけどね。あ、そっか。でもまあファンダリアみたいなものね。私この国に来るたび誰かと知り合ってるかも。ファンダリアが滅びたなんて本当なんだろうか？落ち着けスタン。非常事態の時は無責任な流言が飛び交うことが多い。何が真実か見極める目を持て。そうだな、分かった。チェルシーはいつから弓を？ 3歳ぐらいですね。ならもう熟練の域だな。頼もしい。任せてください。どんな的も射抜いてみせますよ。私はもしかしたらファンダリアの生まれかもしれない。本当ですか？じゃあこれからは私たちの国のために頑張りましょう。何としてもグレバムを倒さなければ。マリーさんのような方が一緒でよかったです。ファンダリアの王子を助けたとなればきっ
とたくさん謝礼がもらえるわね。ファンダリアが滅びてしまったらどうにもならないけどね。そうはさせないわ。グレバムを倒してファンダリアを取り戻すのよ。そして謝礼をがっぽりと。念のために言っておくけど、私たちの一番の目的は神の命よ。じっちゃんとリリスへ。俺は今ファンダリアに。ミスター、あんたまだ手紙出してなかったの？ここはとても寒く。ダメだ、手がかじかんで字が書けないよ。あんたが手紙を出す日は永久に来ないかもしれないわね。グレバムの魔の手がファンダリアにまで及んでいるなんて。くそ、どれだけ多くの人を苦しめれば気が済むんだ。話は後だ。町が気になる。早く様子を見に行くぞ。マスターにふさわしい人間か。私にその資格があるのだろうか。私は父のようにイクティノスをこの手に掴むことができるのか。ウッドロー様。リオンさん、二度と私のことを子供扱いしないでくださいね。チェルシー、向こうで一緒に雪だるまを作らないか？作ります楽しそう。やっぱり子供ですよね。くだらんな。私のことを子供って言いますけど、リオンさんはそもそも何歳なんです？ 16だ。私は14です。大して違わないじゃないですか。背だって同じくらいだし。まるで違う。お前と僕を一緒にするな。今のチェルシーの一言、確実にリオンの逆鱗に触れたわね。チェルシーさん、怖いもの知らずですね。それにしても寒いわね。ファンダリアはこれがきついわ。どっかで温まりたいな。温泉とかあるといいですね。それいいわね。現実逃避している場合ではないぞ。いい湯だな。寒さのあまりに夢の世界に逃げ込んだみたいね。マリー、この街の風景に見覚えはある？わからない。あるようなないような。ルーティ、せかしてはダメよ。マリーの心に負担をかけてしまうわ。そっか。ごめんねマリー。私が焦っても仕方ないわね。いや、心配してくれるのは嬉しい。ありがとうルーティ。まずいわね、この雰囲気。なんとか和らげる手はないかしら。ここで小話を一つ。やったな、今日もいなせですななんて。すいません。マリーとダリスを合わせるのは危険かもしれんぞ。なんでだよ。マリーがダリスについて僕たちの敵になる可能性もある。マリーさんがそんなことするはずないだろう。だが可能性はゼロではない。警戒はしておいた方がいいでしょうね。そんな。ここがハイデルベルグ。マリーは前にも来たことあるでしょ？懐かしい？いや、ダリスからよく話は聞いたが、実際に見るのは初めてだ。綺麗な街並みよね。ああ、ここが炎に包まれるところは見たくないものだ。反乱軍って言っても同じファンダリアの人なんですよね。その通りだ。同胞が戦い合うなどあってはならない。早くこの戦いを終わらせて平和を取り戻さないといけませんね。ダリスの一件はマリーだけでなくウトロにとってもいい結果になったわね。ええ、彼は死んだ父親イザーコーのことをだいぶ意識していたみたいだけど、これで吹っ切れるでしょう。ああやってみると親の存在って子供にとって大きいものなのかしらね。
私にはよくわからないけど。ルーティ、自分の親のこと知りたい？そうね。時々そう思うこともあるかな。まああくまで時々だけど。そう。まあいいわ、その話は。行きましょう。私はもう迷わない。グレバムを倒し己の責任を果たす。グレバム、今度という今度は絶対逃がさないからな。グレバムがいるのはハイデルベルグ城の時計塔だ。